昔の私は FX で勝てるようになるにはメンタルは最重要だと思っていました。メンタルさえしっかりしていれば FX での勝ちが近づいてくるとさえ思っていた時期がありました。確かにこれは間違いではありません。しかし FX ではメンタルが重要な段階とまだそうでない段階があることも分かりました。そこで今回は FX におけるメンタルの優先順位について私の実体験からお伝えしていきます。技術が未熟な状態ではメンタルの優先度は低い。FX で結果を出し続けるにはメンタルはすごく重要なのですが、トレード技術が未熟な時は優先度が低いです。なぜなら FX でいうメンタルは決めたことを守る力、感情に飲まれずトレードをする力というのを指しているからです。しかしトレード技術が未熟で手法やルールが決まっていない状態だと守るべきルール自体がないのでメンタルを使う以前の問題なんです。また感情が乱れる時っていうのは自分の中でやるべきことが決まっているのにそれができない時に起きます。例えば自分の中でトレードルールが決まっているのにもかかわらずルール外のトレードをして負けた時に怒りが湧いてくる、自己嫌悪になるといったように感情が大きく乱れますよね。こういう行為をなくして感情に飲み込まれずにトレードをするためにメンタルコントロールが必要になります。トレード技術が未熟でルールも決まっていないとメンタルをコントロールする軸がないのでメンタルの優先度が低くなるのです。メンタルは技術が身についてこそ育つ。メンタルの優先度が上がってくるのは手法などが出来上がってある程度技術がしっかりしてきてからです。自分の手法ができるとそれをリアルトレードで使うわけですが、自分の大切なお金を使っているので損をしたくない、早く資金を増やしたいといった欲望が顔を出してきてルール通りにトレードができなくなってきます。例えばルール通りにやったのに連敗をしてしまうと本当にこの手法は使えるのかと不安になってしまう。本当は利食いポイントなのについ欲張って伸ばそうとしたらレートが戻ってきて利益を損失にしてしまい自己嫌悪に陥る。こんなことを減らしてルール通りにトレードをするためにメンタルの整え方が必要になってきます。まずは自分のトレード手法を固めよう。もし今現在ルールが曖昧だと自分で感じているなら、まずは自分の手法やトレードスタイルを固めることを優先しましょう。例えば自分の手法はあるけどなんとなく迷いながらトレードをしている場合は自分のトレード記録を見返して勝ちやすいパターン、負けやすいパターンといったものを把握します。その後に自分の手法に対してもう一度検証をしてより深く自分の中に手法を落とし込みます。逆に自分の手法が明確に決まっていない状態で適当にトレードをしている感じならリアルトレードは一旦ストップして手法作りから始めていきましょう。この部分は FX で勝つための土台になります。メンタルコントロールは技術に裏打ちされた自信があってこそ生きてくるものです。ですから自分の手法やトレードスタイルが曖昧な場合はまずはこの土台をしっかり作り込みましょう。メンタル最優先だった私の大きな勘違い。トレード技術がないうちはメンタルの優先度は低い。こんな偉そうなことを言っている私ですが、これは私の過去の経験から来てるんです。実は過去の私も自分の手法すらできていない状態で FX で勝つにはメンタルが最重要なんて思い込んでいました。その時は自己啓発に影響されてトレード手法などあまり検証せずにポジティブ思考みたいなのをひたすら頭に叩き込んでいる状態でした。例えば自分は完全な勝ち組だ、FX で月に100万を稼いでいるトレーダーだみたいに自分自身に言い聞かせて意識高い系の人間にしようとしていました。確かにこのようなことって脳科学的に言うと効果的なんです。だからこのメンタルコントロール自体はいい方法でもあります。ただ自分の手法さえもできていない状態だったのでメンタルをいい方向へ持っていこうとしても全然トレードはうまくいきませんでした。いざ実践となるとエントリーと決済場所すべてが曖昧なのでここなら勝てそうみたいな感情だけでトレードをしていました。こんなトレードをしているとすぐに損切りになるし利益も欲張って利食いもできないしで全く勝てませんでした。しまいには損切りになると切れてしまい
リベンジトレードをして大損をする始末。あんなに自分に言い聞かせていたポジティブな言葉はどこへ行ったのっていう状態でしたから。これは例えるなら、車を運転する技術がないのに、自分は車を運転できる、なんて思い込んで、一般道を運転するようなものでした。こんなことをしていたら、FX で1000万以上失うという大事故も起こしますよね。結局、全然勝てなくて、こんなに毎日意識して頑張ってるのになんで全然勝てないの？自分ってダメじゃん。こんな考えになって、逆に自己否定が植え付けられて、メンタルが崩壊していました。手法ができて、メンタルの重要さを思い知った。私がメンタルの重要さを思い知ったのが、自分の手法やトレードスタイルが出来上がってからでした。自分の手法が出来上がった時って、この手法ならトータルで勝てるって分かっている状態です。だから、早くこの手法でトレードをして結果を出したいっていう気持ちが先走っちゃって、少しルールと違うけど、ほぼ同じだからいいか、なんて、ルール外のエントリーをしてしまうんです。そうなると当然負けます。しかも最悪なことに、この負けは仕方ない。でも、一回ぐらいならルール外のトレードで取り返してもいいでしょみたいに、自分を正当化して、トレードをする理由を見つけ出すんです。しかし残念ながら、こんなことをやれば当然負けやすくなります。むしろ、これがポジポジ病の原因となって、結局大損をしていました。これ以外にも、ルール通りにやるけど、たまたま運悪く連敗すると、この手法って本当に使えるのかって疑い出すんです。そして次のチャンスが来た時に、また負けるんじゃないかみたいに思ってしまい、エントリーができなくなりました。でもそういう時に限って、利食いのポイントまで届いて、ルール通りやってればよかったじゃんかよって悔しい思いをしていました。すると今度は、利益を取り逃した悔しさから、またルール外のエントリーをしてしっかり負ける。負けると、損を取り返そうとして、またルール外のトレードで負けを重ねる。せっかく勝てる手法を作ったのに、こんなことばかりをしていて、もうめちゃくちゃでした。ルール通りやってれば勝てるって分かってるのになんでできないんだっていうジレンマに、ものすごい悩まされていました。こんなことをずっと続けていくうちに、勝てる手法があるのに勝てないのは、自分自身のメンタルを管理できずに、欲望に負けてしまっているからだと実感しました。この時に初めて、メンタルの重要さが理解できました。FX 中級者は、メンタルの重要度が高くなる。FX 歴が2年から3年などの中級者になってくると、メンタルの重要度はものすごく高くなります。先ほど私の経験談をお伝えしたように、中級者になってくると、FX で勝てる力は十分備わっていることがほとんどです。あなたも経験がありませんか？ルール通りやってれば勝てるのに。でもそれができなくて困ってる。実はこれって、FX 中級者が陥りやすいメンタルの壁なんです。FX 初心者の頃はトレード技術が未熟なことから、負けるのは仕方がないことだと思うことができます。でも中級者になってくると、自分の手法もあるし、相場の正しい見方もできる。何をやれば勝てるのか分かっているのに、思うようにできないから、自分で自分の足を引っ張っている感覚になって、苦しい時期が続くんですよね。だからこそ、その最後の壁を越えるのに、メンタル面が重要になってくるのです。もし、中級者の壁についてより詳しく知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。メンタルを鍛えるには？では、どうすれば安定して勝ち続けられるメンタルを身につけられるのでしょうか？実はメンタルを鍛えて強くするっていうのは、気合を入れる、ポジティブ思考になるといった話とは少し変わってきます。もちろん、これらのことも効果があるのですが、より早く安定したメンタルを身につけるには、毎日のトレードで感情に振り回されない仕組みを作ることです。例えば、私がメンタルの壁を乗り越えて勝てるようになり始めた時にやっていたのが、自分にとって感情が取り乱されないようなロットでトレードをしていたことでした。そんなことかって思いましたよね。私も今振り返ってみれば、同じように思います。でも、当時の私には効果絶大でした。私が勝てそうで勝てない時って、自分に勝てる知識やトレード技術があることを把握していました。だから、FX で勝てる力があるんだから稼ごうとするのは当たり前でしょっていう考えになっていたので、
自分が月に稼ぎたい金額を軸にして、ロットを設定していました。その時は、月に20万円が欲しかったので、10万通貨でトレードをしていました。でも、このロット数でトレードをすると、早く稼ぎたい気持ちが強くなって、ルール外のトレードをする。すぐに利食いしてしまう。総切りの設定を外す。といったことを繰り返していました。このせいで同じ失敗を何年も続けて、勝てる力はあるのに勝てない状態から、ずっと抜け出せませんでした。こんな現状に嫌気がさして、一旦ロットを最低ロットまで落として、自分が平常心を保てる状態でトレードをするようにしました。そしたら、感情に振り回されることなくトレードができるようになりました。その結果、ルール外のトレードが大きく減って、総切りもできるようになったので、少しずつ勝てるようになっていきました。よって、平常心を保てるロット数というのは、私にとっては、感情に振り回されない仕組みを作るのに最適でした。この経験から、メンタルを鍛えるには、まずは自分にとって無理のないロットでトレードをしていく。これをすることで、ルール通りにトレードができるようになる回数が増える。その回数が増えると、トレードの損益がプラスになって自信がつく。このプラスの損益を維持したい気持ちが強くなって、またルール通りにトレードをすることへ集中していく。ルール通りのトレードへ集中するから、またプラスの結果が出る。このサイクルを続けていくことで、余計なことをしない思考回路が出来上がっていきました。そのため、メンタルを鍛えるという表現をしていますが、どちらかというと、思考回路を変えていく。こんな表現の方が正しいかもしれません。最初は意識して、ルール通りにやらなきゃ、と頑張っていたのが、だんだんとルール通りにやることが当たり前になっていく。これができるようになってくると、結果的に勝ちやすくなるし、メンタルもどんどん安定していきました。つまり、メンタルを力技で鍛えるのではなく、自分のメンタルがブレない状態を作って、その中でトレードをしていく、というのがDefXでメンタルを鍛えることになるのだと感じました。もし、この時の経験談をより詳しく知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。勝ちたいと願うあなたへ、最後に伝えたいこと。ここまでDefXでのメンタルの重要性や、私の体験談などをお伝えしてきました。もしかしたら今のあなたも、昔の私のように、勝てる力はあるのになぜか勝てない、そんなもどかしさを抱えているかもしれません。でもそれは間違いなく、あなたが本気で勝ちたいと願っている証拠です。もし、ただの遊びだったら、こんなに悩んでいないし、苦しんでもいないはずです。そもそもこの動画だって、ここまで見ていないはずです。でも、実際のあなたは悩んでいて、苦しんでもいるし、この動画もここまで見てくれています。それは、あなたが本気だという何よりの証拠になります。もしかしたら今のあなたは、ちょっと自分にはもう無理かも、なんて折れそうな気持ちも少し出てきているかもしれません。でも安心してください。私も全く同じ道を通ってきました。特に私の場合は、勝てそうで勝てない時期が何年も続いたので、本当に苦しかったです。お金を永遠と溶かし続ける自分を見て、もうあの世へ行こうかなって何回か思ったくらいです。それでもなんとか踏みとどまって続けたことで、少しずつですが、メンタルもトレードも安定していきました。だから、もし今がうまくいっていなくても、あなたなら大丈夫です。メンタルは気合でご利用しするようなものではなく、感情に飲まれない仕組みを作って、当たり前のようにルール通りにできる思考回路を作っていく。この行動をやり始めたその時から、あなたは勝ちトレーダーへ成り上がっていきます。そして近い将来、あなたのトレードは大きく変わっているでしょう。朝、落ち着いた気持ちでチャートを開き、いつも通り淡々とルール通りにトレードをするあなた。無駄な焦りも迷いもなく、自信と冷静さに満ち溢れて、静かに利益を積み上げていく。そしてその先には、あなたがずっと望んでいた生活が待っています。時間に縛られずに、好きな場所で好きなタイミングでチャートを見て、生活の主導権を自分で握っている。稼ぎに追われるのではなく、稼ぎをコントロールできる自分がいる。そんな未来は、ただの理想ではありません。あなたが今日から踏み出す一歩が、それを現実に変えてくれます。だから、まずはどんな方法でもいいです。自分にとって、感情に飲まれない仕組みを作って、
それを実行してみてください。FX で勝てるまでに、あと一歩のところにいるあなたなら、自分も思っている以上に速いスピードで結果につなげることができますから。最後に勝ち残るのはあなたです。そしてその未来は、今この瞬間から始まっています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。